こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回は我慢をして良い人になるのはやめよう。ろくなことが起きないからというタイトルでお話しします。我慢してまで無理に良い人を演じるのはやめようという話です。その場では立派で大人げあって素晴らしい人に見えても、自分の心に逆らって無理に良い人になることを習慣化してしまえば、そのうちにやばいことが起きるからです。いつも無理をして良い人になれば、長期的には自分にとっても周囲にとっても望ましくないことが起きるからです。我慢して良い人になることは多くの人が一度や二度は経験したことだと思います。例えば5人いるのに美味しいものが4つしかない場合、4人は1つずつもらえるけれど1人は何ももらえない。こんな時に私はいいよと言って遠慮して食べない人がいます。でも本当は心の内で私も欲しかったなという気持ちがあったりします。仕事のタスクの分担で誰もが嫌がるタスクをいつも同じ人がやる場合があります。私がやりますからと心よく引き受けるから、周囲の人たちは何とも思わないでその人にいつもお願いしています。でも実はその人もできれば自分はやりたくないなと思っています。引き受けることが立派な行いだと思うから無理してやっているんです。他人から理不尽で失礼なことを言われても何事もなかったかのように冷静に穏やかに振る舞う人がいます。周りの人たちはなんて人間ができている人だと感心しているようですが、本当はその人も心の中では深く傷ついているなんてこともしばしばあります。立派で大人げあって素晴らしい人に見えますが、他人の知らないところではかなり無理があります。その時々の状況や自分の置かれた立場により、時にはちょっと無理してでも良い人になる方が望ましい場合もあります。しかし、良い人になることをしょっちゅうやるようになり、常に我慢ばかりをしていれば、そのうちにしわ寄せが来て、本人にとっても周りの人たちにとっても良くないことが起きるようになります。どんな悪いことが起きうるのでしょうか。まず最初に我慢する本人の心身の健康状態が損なわれていくことです。良い人間を演じるあまりに小さな我慢をし続ければ、一回一回はちょっとしたことでも長い期間を得て積もります。我慢をずっと溜め込んでいけば徐々にストレスが大きくなり、心身の健康が蝕まれていくこともあります。それでもずっと我慢をやめなければ、いつか本当に心や体の病気になってしまいます。これは小さな無理がたくさん積み重なった結果起きることです。体と心の健康に悪影響を及ぼして最終的には本人が苦しむことになります。常に良い人間を演じてきた結果、起こりうる悪いことの2つ目は、他人に利用されたり、馬鹿にされたり、いじめにあったりすることです。いつもおとなしく従順で人に逆らうことがないので、この人に八つ当たりしても大丈夫だと思われてしまいます。世の中には良い人もいますが悪い人もいます。欲求不満でフラストレーションのぶつけどころに迷う人が、たまたま近くにいる従順でおとなしい人を見つけて、自分の欲求不満のはけ口にすることもしばしばあります。暴言を吐いたり、嫌がらせをしたりして、憂さ晴らしをするんです。そんな被害に遭う人は、本心では迷惑だと感じています。
でも、失礼なことをされても、理不尽なことを言われても、そんな相手に対して何も言わず黙っています。こういう人はいじめの対象になることもあります。他人をいじめようとする人は自分自身が満たされていない不幸な人です。自分のイライラを晴らすのに逆らったり文句を言う人をターゲットにはしたくありません。そんなことをすれば面倒なことになると分かっているからです。失礼なことをしても理不尽なことを言ってもおとなしくて反論しない何も言い返さない人がいればこいつならいじめても大丈夫だと安心できます。だからいじめっ子のカモにされてしまうんです。我慢して常に良い人を演じることで起きうる一番怖いことは大爆発です。我慢を積み重ねてきた本人が大爆発を起こすことがあります。こんなことを見たり聞いたりしたことはないでしょうか。普段はおとなしくて温厚な人、従順で優しくて礼儀正しく振る舞っている人です。でも突然怒りを大爆発させて、周囲にいる人たちをとても驚かせます。あの人がそんなことをするなんて想像もつかないと思われるような人が何らかのきっかけで急に怒り狂うんです。その人はことあるごとに不満があっても自分の中で我慢して不満や怒りの気持ちを抑え込んできました。一つ一つは大したことでなくても、小さな不満や怒りを自分の中に蓄積し続けてきました。小さな不満や怒りでも、塵も積もれば山となります。その人の心の許容範囲を超えるほど、怒りや不満の山が積み上がったとき、自分の中では抑えきれなくなって大爆発が起きるんです。そして爆発時には全然関係のない周囲の人たちにも被害が及ぶこともあります。良い人になるためにいつも我慢をしていればろくなことは起きません。だからやめた方が賢明です。ではどうすればやめられるでしょうか。それは小さなことでも怒りや不満を感じたときには意識してその都度そのことを外に伝えることです。自分が欲しいときには正直に私も欲しいですと言います。本心ではやりたくないのに自分ばかりがやるようなら、今回はやりますが次回は別の人にお願いしますとはっきり自分の気持ちを伝えることです。我慢して立派な人間になることは長期的には良くない結果を生むということを知って意識的にやめる方がいいです。今まで自分の気持ちを言うことなく我慢してきた人は最初はうまく言えないものです。でもこれも一種のスキルです。練習することにより徐々に上達していきます。まずは少しずつでいいのでちょっとした機会に自分が考えていること、感じていることを言いやすい相手に言ってみるといいでしょう。小さなことでも、こんなに小さなことだからとためらわずにとにかく言ってみます。自分が楽に言えそうなことを少しずつでも言うようにするうちに、だんだんいろいろなことが言えるようになります。そして今まではこの相手には言えなかっただろうと思われた人でも、きちんと自分の意向を伝えられるようになります。気長に構えてその都度自分の気持ちを言う練習を意図的に行うことです。外の人に言うときに注意した方がいい点があります。それは感情的にならず、淡々と自分の気持ちや思うことを言うことです。相手が自分の言いたいことを言うのなら、自分も言いたいことを対等に言ってもいいはずです。ただし、両者が感情に支配されて攻撃的になったり、喧嘩をしたりするのは建設的ではありません。誠実に率直に
対等に淡々と自分の要望を伝えてみることです。アサーティブな話し方をすればいいということです。これも一つのスキルであり、アサーティブ訓練のコースがあったりもします。自分だけではなかなかアサーティブになれないのなら、こういったクラスに参加してアサーティブになる練習をするのもいいでしょう。今回の話をまとめれば、良い人になるために我慢して無理に良い人になることはやめよう。時にはそうすることが必要でも、いつもずっとこれをやり続ければろくなことは起きません。良い人になるためにずっと我慢をし続ければ、自分の健康状態を損なう危険があります。他人に利用されたり、馬鹿にされたり、いじめの対象になることもあります。また、我慢が積もり積もって自分の心のキャパを超えてしまえば、大爆発を起こして周囲の人たちに迷惑をかけることにもなります。そうならないためには、小さなことでもその都度自分の気持ちを言う練習をします。最初は言いやすい相手を見つけて意識的に言います。また自分の気持ちを伝える際は感情的にならないで淡々と率直に誠実に話すことも大切です。これらは練習して身につけるスキルなので必要があればアサーティブ訓練のクラスに参加するといいでしょう。不満や怒りを感じた時には溜め込むことなくその都度適切な言い方で外に出すことができればストレスを溜め込むことも防げるし、その結果、心身の健康状態を損なうこともなくなります。他人から利用されたり、いじめの対象になることも少なくなるはずです。ということで今回は、我慢して良い人になるのはやめよう。ろくなことが起きないから、というタイトルでお話ししました。最後まで聞いていただきまして、本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。